婚みたいな話なので、その昨今のニック・ケイブの感じだったら割といい曲多いし、普通の音楽ファンも聴きやすいと思うんですけど、バースデーパーティーのこの僕が思う真髄的なこの感じっていうのはやっぱり怖いとか分かんないっていうか、うるさいとか汚いとか怖いとか、そういうやっぱり一部の分かる人にはめちゃくちゃパンチ当たってる。そうだ、そう資源は特になんかメジャーなものに関しての拒絶反応がすごい如実なんだよなと思って。そんなに出す人もあんまりいないじゃない日本にいて。そうですか。まあ分かりやすいけどね、これが好きですとか、うまいのがあんまり好きじゃなかったっていうのがありますね。フュージョンも当時ちょっと嫌いで、今は大好きですけど、すごいフュージョンっぽいのにね。ですよね。そう今は大好きですから、ね。そうまあでも苦手な感じがあって、まあ、メタルもそうだけど音が綺麗できっちり並んでてすごくうまいじゃないですか。ああいう音がなんか好きじゃなかったんだけどね。こうザラザラ引っかかりがいっぱいあるこういうパンクとかニック・ケイブとか歌が下手だったりした方が好きになりやすかったっていうのはありますね。そうだよ。だからなんでこんなにニック・ケイブ好きだかは分かんないですけど、もう青春になっちゃったんで僕の。まあそうだよね。まずバースデーパーティーってもともとボーイズネクストドアっていう名前だったっていうのを言ってなくて、言ってなかったっけ？はい、ボーイズネクストドアってさニック・ケイブの今日までのこうなんていうかなキャリアをざっくり3分割するとすると、バッドシーズの前と後で、今は後って感じなんですよ。で僕たちが好きなのはバッドシーズ時代じゃないですか、主に。その前っていうのがバースデーパーティーなわけですけど、なんかこうちょっとパンク感がさやっぱ、名前もなんかねっていうバースデーパーティーっていう名前は2つ説があって、1個はドストエフスキーの罪と罰っていう小説あるじゃないですか。あの中に本当はないんだけど、ニック・ケイブがあると思い込んでた誕生会のシーン、そこから撮ったんじゃないかと言われてたりとか。オーストラリア生まれなんですけど、お父さんが、国語と数学の先生です、でお母さんは図書室の司書っつって本を管理する人、だからもう本ガッチガチです。ガッチガチの文系なわけですよね。それでキレキレに行くっていう変態ですねやっぱり。その親父がニック・ケイブに教えてたのが、そのドストエフスキーの罪と罰とか、ナボコフのロリータとかを読ませてるんですからそうか、読ませてんだ。ネット・ケリーっていうオーストラリアに昔イギリスが大量のこう囚人を受刑者をオーストラリアに送り込んだ時期があったんですよ、要するに国外追放みたいにして、流刑みたいなことですよね、その集団っていうのがオーストラリアにいて、そのさらに脱走した人たちが、森の中とかに住み着いでそういう中のカリスマ的な一人ネット・ケリーっていう人がいて、その人の伝記みたいなのとかにドハマりしたらしくて、そういう幼少時代に5歳か9歳か忘れましたけど、合唱団に入ってるんですよね。クワイアボーイズですね、いわゆる合唱入ってんだ。歌好きなんですよね。なんかいいですね。いいんですよ。少年肉いいですね。高校でも合唱団に入るんですよ、そこでミック・ハーベイと、バースデーパーティーのドラムのフィル・カルバートってやっぱ初期のパンクっぽいもの、イギー・ポップとか、デビッド・ボーイとか、そういうののコピーを僕はミック・ハーベイギターで。いいね。まだデビッド・ボーイ版が出てない頃ですよ、イギー・ポップ、イギー・ポップ感ハマるんだね。ああ、そうですか。パティ・スミスのグロリアのカバーもやってたみたいですね。いや、本当にこの後半リズムが変わっていくとことか、こういう自由な感じのバースデーパーティーに取り入れられてる感じがしますね。
でもニック・ケイブとか普通にパンクやってたらパンクバンドだよねやっぱね。そうですね、ねやっぱりパンクの香りがすごくあるけど、ただオーストラリアにいたので当時は70年代後半は、ピストルズが活躍したのが76年ぐらいだとすると、ピストルズはどうなのかね。もちろん大好きでしょうね、ね、大好きですけど、どのぐらいのタイミングでオーストラリアに情報が入ってたのか分かんないんですよ。まあイギリス直系の国なんで、多分もう1年も間はないと思うんですけど、ネットとかもない時代ですから、一応 LP が輸入されてきてそれを買って聴いてとか手間かかるじゃないですか、当時ニック・ケイブが聴いてたバンド聴いてみましょうか、オーストラリアでライブに行って衝撃を受けて、もう帰る頃には別人になっていたような気がしたっていうバンド、オーストラリアのバンドなんですけど、それはセインツっていうバンドなんですけど、まあなんていうかな、ラモーンズみたいな、やっぱああいう初期パンクっぽい感じ。多分ラモーンズとかビギー・ポップとかピストルズの感じ聞いてすぐ始めた人たちで、そうですね、それは身近にいた初めてのパンクだ、近くのパンクだね。ご近所パンクだね。ってなんか聞いたことあるよね。名前を聞きまちゃんと、入ってる感じじゃなかったけど、こんな感じだったね。それとあともう一個レディオバード。レディオバード知らないね。オーストラリアのバンドってあんまり知らないですよね。なんかでもちょっと面白いね。癖があるね、イギリス、アメリカ、ちょっとそことも違う、面白いな。オーストラリアだとすると、ニック・ケイブここのメルボルン出身なんですけど、これ ACDC はこの辺、実はセインツはこの辺っていう結構これ大陸だから距離あるんですけど、多分街に来たんですよね。そうだよね。ACDC も大体同時期に活躍はしてるんですけど、やっぱジャンルがちょっと違う感じですね。もう一つが専門学校行って美術系の、そこで絵を学んでるんですけど、19ぐらいの時に、親父さんが交通事故で死んだっていうことを知るんですよ。あら。そこから自分の言葉がこう浮遊してきて、その目的を探し始めたって言ってるんですけど、多分その2つが相まってバンドの創作活動の始めになってるっぽいですね。後にそのバースデーパーティーのギタリストになるローランド・ハワードっていう人いるじゃないですか、ヤング・シャーラタンズっていう別のバンドをやってたんですけど、このそっち系の音楽の神様にもう見入られ、なんて言うんでしたっけ、そういうの見初められじゃなくて、そういうタイプの人ですよね。ねえこの写真がまたこれ絶妙にやばいじゃんねえ、ちょっとねえこの人はもう妖精ですよ。でもかっこいいね、この人のクラスメートでアニタ・レーンっていう女子がいて、それと付き合い始めるんですけど、それのうちにソロのファーストでジャケットにも写真載ってますけど、メンバーっつうか、歌詞作ったりとか、一員として。そうですそうです。ボーイズネクストドアって名前に決めた頃が77年なんで、もうパンクの年ですよね、この頃。そうだね。イギリスで、ネバーマインド・ザ・ボロックスが出て、クラッシュの白いボードが出てるし、ジャムのイン・ザ・シティもこの年だし、エルビス・コステロのデビューもこの年だし、ディスチャージもこの頃。パンクに行ってますよね。破壊に入ってますね。今のがイギリスで、アメリカだとアート・リンゼーっているじゃないですか。ラウンジ・リザーズに入ったのやってた DNA っていうノーウェーブって言われていたブライアン・イーノがプロデュースしたノーニューヨークっていうアルバムがあるんですけど、それが出たのもこの後ぐらいだから活動したのはこの辺ですね。 DNA って後にその噛んでくるリディア・ランチっていう女の
の人も、そのアート・リンゼがやった DNA と同じニューヨークの中に、ティーンエイジ・ジーザス&ジャークスっていうバンドやってるんですけど、それもこの頃出てきてますから、なんかこう出揃ってきてる感じが、ものすごい年ですね、ここはね、全部ここでバーンって、強いよね。すごいですよ。クリエイティブだな時代ですよ。音楽的にはやっぱし、やっぱ若者っていうか、力を感じるよ。なんかローランド・ハワードが16の時に作った曲が、もう今でもカルト的な人気というか、周辺の人たちってみんな歌がこういう感じなんですよ、なんかこう、ぼんやりしてるというか、詰め切っていない感じで、それでいいやみたいな。でもさ、これやっぱこの感じあるよね。デビッド・ボーイもこういう感じである時あるし、ただ発声がってことでしょ。パンクといえばやっぱりパンクだし、これでもね、後レディオヘッドとかも軽い感じとか、このぐらい、これ誰がこの感じ始めたんだろうね、これこの歌い方はさ、今これ普通に当時もかっこよかったっていうか、カリスマ性を感じるっていうのはさ、これ16歳で作っちゃうとね、このなんか聞いたことあるようだけど、聞いたことないようなこの外し方がさ、そうだから僕はファンでもやっぱ上手いと思いませんよ全然、やっぱローランド・ハワード歌は下手だなっていう、ニック・ケーブも下手なんですけどでもニック・ケーブの方がそう考えるとうまく歌おうっていうなんていうか気持ちが強いっていうか、もう 100% ちゃんとやろうとしてるけど、ローランド・ハワードはもうそれはいいんだよって感じにしてるじゃないですか。そこがちょっと素人っぽいなっていう歌としては。なんかそうか、ルー・リードとかもボソボソ言ってっけど、もっとなんかはっきり喋ってるしね。ルー・リードはもうちょっと音程良さそうまあそうだね。声ももうちょっとちゃんとしてるか、でもあるよねこのスタイルっていう。ありますね、まあ歌い手じゃなくて、っていう感じで、世界観を伝えりゃいいからみたいなところ。歌い手でもこの周辺にはいっぱいいるんですよ、こういう人が。ボーカルでメインのだよ、影響を与えてるのか、何かの流行りだよね。イギリスの人でニッキー・サドゥンって人がいるんですけど、その人もね、ローランド・ハワード的なこのルーズさの歌なんですけど、一応こうかっこよくガーって、歌がって思っちゃいますけどね、やっぱりって最初はその視点だとね、それで逆にニック・ケーブの歌に対する姿勢が浮き彫りになるっていうか、歌唱力は同じぐらい下手なんだけど何かが違う。うまくはないけども、伝わってくるものがあるもんね、歌がね、そうだから歌が強いみたいなことなんだけど、パワーがね、そう歌が強いか弱いかっていうところあるよね。そうそれありますね、やっぱ歌が強い方がバンドとしては強いっていうことにはなりがちな、昨今ではないけどもうずっとね、ずっと、やっぱ輪郭がはっきりするからだよな。ローランドが歌うっていう予定だったんですけど、ニックが俺が歌うパターン後に結構このパターンの曲多いじゃん。遅い曲もそうだから、最初は絶対ニック・ケーブの曲だと思ってました。ハワード自身が歌ってる歌と、ニックの歌、やっぱ薄さが違うよね。声がさ太いとかそういうレベルじゃなくてね、なんか伝わる感じがやっぱ、あ、そうだ。それどっから来てるんですか？だから根っからのやっぱりこう、もう結論から言うと、
言うのやめようか。言ってください。ニック・ケブとかうんみたいな人はうんいっぱいいるわけじゃないタイプのやっぱボーカルで、うんなんかその世界観をまでこうんうねうんこう与えるっつうかうん先導できるっていう感じなんだけど、うんやっぱ先導するっていう役の人っつうのが、まあシャーマンじゃないけどさ、うんそのなんかやっぱ古来からさなんかいたようなうんそういうタイプのそうあだからじゃあまあなんかこう添付の差異ってことですか？多分割り切っていっちゃえば。そうっす。ローランド・ハワードはじゃあまあ普通の人って感じですよね、歌で見ると。歌で見るとねそうだね。まあ普通の歌い手と、うんニックみたいなテクニックはないけどそれがあるシャーマン的な歌い手と、テクニックもあるしシャーマンでもある歌い手と3種類いるってことになりますね。そうだね。まあスティービー・ワンダーとかそれこそシャーマンでもあり、うまさもすごいみたいな。そうだよね。マイケル・ライルのバンドがカバーしてニック・ケルが参加したりしてるんですよ。Sound of her name sent a rush of shivers down my spine. その77年の1年前に、パンクでいうとバズ・コックスがデビューしてる。ああ、俺好きなの。バズ・コックスでそのバズ・コックスって最初ボーカル2人っていうか1人別の人いたんですけどすぐ辞めちゃって、ハワード・ディボートって人、この人が辞めてすぐ作ったのがマガジンっていうバンドなんですけど、これが後にニック・ケーブに深く関わってくるというか、結構かっこいいんですよね。これギター、これパブリックイメージリミテッドに後入る。あ、そうなの？はい。やばいね。やばいね。このフレーズは。うわ。バリー・アダムスのベース、これがあれ後入るね。そうですそうです。ニック・ケーブソロになってファーストのベースは彼です。そうだよね。あれすごいかっこいいもんね。つうかね、やっぱかっこいいやつが多いな。ギタージョン・マギオークはこの後スージー&ザ・バンシー、それからパブリックイメージリミテッドですこれはすごいな。どういう感じ？これ。そう編んでるこれ。シャンソン歌手みたいな。顔だけだったらこれ。かっこいいな。リフがやっぱね、効いてるね。いやー、盛り上がるねこれ。やっぱこの辺のムーブメントやばいな。このジョン・マギオークってギターが後にスージー&ザ・バンシーズって言いましたけど、そのあたりからもこうなんていうか浮かび上がってくる言葉っていうのがあってゴシックなんですよね。僕はだからヌクさんに会う前、そっち方面にはまり込んでましたから、ヌクさんに会わなかったらもしかしたらもっとゴスになってたかもしれないんですよね。バウハウスとか、キュアとか、スージー&ザ・バンシーズとか、ミック・ハーベイ的に自分が化粧したりとか、そういうことではないんですよ。こういう人たちの中で一人サラリーマンみたいな格好してるじゃないですか。そういう状態でそういう感じでこれが好きなんですよね。不思議なことに。不思議だけどやっぱおかしいよな。おかしいけどそれがシゲを構築してんだな。構築してますよね。バースデーパーティーはすごくヒットというかなんていうのかな、ものすごい影響を与えているんですけど、ただ本人たちはそれのパロディっていうかちょっとあざけるというか、やりすぎに誇張してそれをやったところすごく影響しちゃったっていう、そのみんなに受け入れられちゃったっていう面があるみたいなんですけど、怖いって思わせたりさ、できるじゃん逆に。ビジュアルもそうなんだろうけど、
ビジュアルね、その、ゴシックって何なのかっていうと、まあ、例えばヴァンパイアですよね、ドラキュラ、魔人ドラキュラっていう映画があって、戦前に、そこのドラキュラを演じた人がベラ・ルゴシっていうんですけど、あれね、その人とその後解決ドラキュラって映画もできて、その2つのドラキュラのイメージが後のドラキュラのイメージを決定してると言われてるんですけど、そのベラ・ルゴシがまず真っ黒な髪だったわけですよ。ベラルゴシはもうその後にエド・ウッドっていうその監督してたやつの映画を出てこなかったエド・ウッドっていうタイトルの映画ありましたね、そうそう、ティム・バートンが撮ってるんですかが、そう後だいぶ後にエド・ウッドっていう映画を撮ってんだけど、メインの撮ってたメインのキャストだったから。ティム・バートンってまさにゴシック好きそうですもんね。エド・ウッドっていうのはベラ・ルゴシを撮ってた監督ですか？確かその監督エド・ウッドのことをティム・バートンが撮ったってことですか？ね、このシザーハンズの、そうあの感じまさにゴスですもうゴスの超系譜なんですよ。バウハウスのデビュー曲がベラ・ルゴシーズ・デッドってやつですよね。結構そうだね、カルトな感じで使われるもんね、その後ニック・ケイブがその後ロンドンに行くわけですけど、ロンドンの人たちもバースデーパーティーにびっくりしたわけですけど、一つにはその真っ黒な髪と顔面蒼白でガリガリでっていう姿がもうリアルヴァンパイアやんけっていう感じがあったみたいですね、エンジニアとかリアルヴァンパイアと仕事してるみたいな感じでちょっとワクワクしたみたいな、そういう感覚があったと。でもそう見えるもんね。全員そんな感じですもんね、なんかこうヴァンパイアの集団みたいなインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアみたいなね、映画ありましたけど、ああいう感じで、身の回りにいるヴァンパイアみたいなゴシックっていう流れが一個あると、パンクの2年後なんですけど、これがまたゴシックの当たり年でして、このボーイズ・ネクスト・ドアですね、ファースト出してるし、ポップグループもファースト出してる、でジョイ・ディビジョンもファースト出してるし、キュアも出してる、キリンバーでバウハウスもここでデビューしてる。2年越しでパンクの後2年でもうゴスが来てるんですよ。ちょっと進化してる感じするわ、誰が今度先陣を切っていくんだみたいなさ、そうですね、時だったんだろうなっていう、バットケイブっていうクラブがちなみにあって、バットはコウモリのバット、ケイブはニック・ケイブのケイブでホラー穴って意味ですけど、コウモリの穴巣みたいな、そこにやっぱり、バースデーパーティーとかバウハウスとかキュアとか、イリビタルみたいな、ちょっと行ってみたかったクラブが、存在当時したみたいですけどね、そういうところでやっぱりWho's Next っていうか誰が次にみたいな盛り上がってたんじゃないですかね。いやーすごい、ジョイ・ディビジョンとかもちょっと似てるけどさ、暗さとかもそうだし、カリスマ性と声となんか歌詞も変だったりとかっていう、あの辺は絡んでたの？絡んでて友達だったかなんか知り合いか、もしくはライブとか近かった見たことあるのかな。でもニック・ケイブの方が先もともといた、先にいた頃はでもまだオーストラリアですかね。バズ・コックスがマンチェスターでピストルズをマンチェスターに呼ぼうっつってライブを企画したんですよ。その時にそれが実現して、前座で出たのか出てないのか、最初は出てないのか、とにかくピストルズをマンチェスターに呼ぼう委員会を作って DIY でやったわけですよね、バズ・コックスが、その時にそこのライブに来てたのがスミスのモリッシーとジョイ・ディビジョンだったんですよ。それでピストルズ見てガツンってなってジョイ・ディビジョンを始めてるんで、それって多分ネバーマインド・ザ・ブロックスが出るより前なのかぐらいだから、70年代77年とか6年とかなんで、まだボーイズ・ネクスト・ドアが結成された直後ぐらいじゃないですか、その後すぐ始まって79年にジョイ・ディビジョンがファースト出してるから、その頃まだオーストラリアにいるから、そうか、絡みながら生まれたわけじゃなくて同時の推測でなかったんじゃないかって言いましたけど、バースデーパーティーがロンドンに移住した80年っていうのは
あれでした。イアン・カーティスがもう自殺した年でしたね。だからほぼ多分会ってないんじゃないですか。もうそんな感じか、うん、そうなのか。ローランド・ハワードが入る前の4人の時代の最初のなんていうか PV がプロモがあるんですけど、うん、それがカバー曲なんですよ。これやってんだ。ナンシー・シラドラのカバーなんですけど、なんでこの曲なんですかね。わからない。全然関係ないんですけど、メガデスもやってるんですよね。あ、そっか。なんかあんだよね。ムービーっていうのはちょっとなんかちょっと恥ずくないサビなのに落ちてくる。好きなんだよね。全然普通にいいけど。これ見ながら飲みたいからです。これ三白眼が過ぎますよね。パンク以前のバンドだったらこのドラムの子がフロントじゃないですか。一番かっこいいっていうか、このやばい人が前で、そうだね、ベースもこんなやばい、やばいやばい。この人はもう最高のやつですから。トレイシーはもう後にひげ生やした天下のハットで、あいつだ。あいつですよ。こんなだったんだね、逆に。最初はね、あ、そっかそっか。目だけは隠せないっていう。These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. ロマン・ポランスキーの歌なんで、しかも内容がポランスキーが13歳の少女に引行して歌う時のなんかそんなのをニュースの収録に作ったんでしょうか。そういう内容がやられたと思ったのはこのイントロのリフなんですけど、これなんかもうすでにゴスの香りがしてる。ローランド・ハワードがギターとして入ったことで、いわばこうレノン・マッカートニーみたいな状態になったんですよ。作ってる曲の数が同じぐらいでゴシック感がどこかに出てきますね。この曲だと声の感じがハマってますね。
名前をバースデーパーティーに変えるんですけど、全く同じ状態で名前だけ変えてるんですよ、だから最初のバースデーパーティーとしてのファーストがファーストと呼んでいいのか、ボーイズネクストドアのセカンドと呼ぶべきなのかよくわかんないような、これね、山形博夫っていう人が日程部の詩を翻訳した詩集の翻訳をやってるんですけど、これ、これ知ってる。この山形博夫って人の役がすごくよくて、山形博夫ってちなみに最近だと経済学の翻訳ばっかりやってる人なんですけど、クルーグマン、ポール・クルーグマンのさっさと不況をなんか脱出しろみたいな本とかこう訳すにあたって日程部と会って開口一番、俺が韻踏んでるところは韻踏んで訳せって言われてやめたろうかこの野郎と思ったらしいっていうそれ後書きに書いてありますけどね山形博夫はバローズの研究をやってた人で、それで同人誌出して逆に出版社から本出さないって言われたぐらいの、そっから多分日程部とかの話が来たんだと思うんですよそうだろうね。ミスタークラリネットって曲なんですけど、これはあれだよね。はいなんかカッココッコカッココッコみたいな。カッコあ、言ってましたそうやってカッコって言ってるような。ギターのリフがもうとにかくねかっこいいんだよね。かっこいいですよね、なんかこう入ってくるっていうか、そういやあとね裏切られて入ってくるからね、ありますね絶対思った感じで来るかなと思ったら来なくて、そうやって来んのっていう風にそれがまたいいっていう、いい。あもうすごいオリジナリティを感じるんだよなギターは。ベースのトレイシーがなんか録音の時にいなくてなんで何そういうやつなんですかね、何があったんですかね。この時は逮捕じゃないんですけど、なんかとにかくいなかったらしいんです。腰がやっぱし腰が悪かった。入りすぎなんじゃないですか。どういうこと違うところにいなかったんで、後日一人で来てスタジオでベースだけ入れた。そうなのこの辺からローランド・ハワードのもう才能が炸裂してて、とにかくリフがかっこいい、ハワードの作ったことです。ちょいちょいサックスとかが入ってる感じで、ニック・ケーブが吹いたりローランド・ハワードが吹いたりしてるんですけど、多分ロッシーミュージックとかを最初にコピーしてたのがあって、バンドにサックスとかいるのが割と普通なのかもしれないですね。パンクだとあんまりないですよね。そうだね。スレイステックスぐらいで、このリフもかっこいいですね。やばいね。疾患がビンビンきますよね。ハッピーバースデーと、ビッグサプライズを大嬉しいって訳してるのが大好きなんですけど、大嬉しい。それはニックがその後、赤い自転車もらって嬉しいからレッドサプライズって今度言ってる、元の歌詞が変なんですけど、それを多分赤嬉しいって訳したとこから大嬉しいに行ったんですけど、でもそのセンスよく言ったよね。いやいい役なんですよあれ。変11歳ってことなのね。何の歌なんですかねって話っていう話ですよね。これだもん。まあまあ。バースデーパーティーとしてのファーストがもうこれですよ。うわー来たね。この歌詞多分載ってますね。これはねお気に入りなんですよ。ですよね。バカでもわかるぐらいのズーミュージックガールだもん。ガー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 なんも天才グループです。
この辺の感じだとさ、本当ちょっとレッチリ感とかそうですね。なんともないもんね。これアメリカでデッド・ケネディさんやってましたけど、ああ、そっかそっか。このドラミングがすごい似た感じのあるんですよ。I'd rather stay a child and keep my self-respect and be 同時多発的になんかね、衝動にパンクにコアにしてやっていくと出てくるリズムなんですよね。そうかもしれない。この曲は俺が一番好きかもしれない。暗い。ドラムのリズムがこのリズムいろんな曲で使ってるんですけど、このフルサルバートがもう得意なリズムパターンで、こういうならではの得意なリズムパターンをたどり着くっていうのはやっぱ才能あると思うんですよ。プロモのビデオが出ましたね、この時。これもゴシックパロディ的に作ったんだけど、かなりゴシックとして影響が広まってました。ゲルって感じ。やばいですよ。もうテンガロンかぶってる。もうやばいですよね。後ろの2人がすごい普通なんですけど、こいつらだけおかしい。おかしいね。両ベース両性ですけど、ちょっとユーモアあんだけどな。ユーモアありますね。これはやっぱりユーモア感じるみたいですよ。向こうの人も聞いて。ユーモアはちょっと、ね、そうだよね。ありますよね。ユーモアも常に、クケ部からは常に俺は感じてるけど、現実であり非現実だから、やってることが、演じてるっていう視点もあるとシニカルな、なんだろう、少し、ユーモアを交えないとやってらんねえっていうのがあるのかもね。だって絶対さ、普段のちっちゃい頃の自分とかがいるわけじゃん。まあ俺やしげもそうだけど、そいつがさ普通の気持ちで、非常に今みたいに屈折してなくなんていうの、屈折してないんだけど今もね、タケノコみたいだけどでもそのちっちゃい時のやっぱ、その景色とかさ、なんかやっぱ、それをこうやっぱ思うと少し、思うとっていうか、ユーモア、入れないと、辻褄が自分の中で早く着地してください。そう、今完全に着地しないでどっか行きたくなったんだよね。結局ね、今飛びそうになったのが今戻ってきたんだけど、ユーモアがある人なんだよ。この人もプロモでビデオ出す曲が5拍子っておかしくないですか？いやー、おかしいでしょ。変拍子もね、バースデーパーティー聞いてて気に入ったところの一つですよ。5拍子9拍子とかいっぱいあって、変拍子多いな、だから難しいのになと思うんだけど、でもやっぱベースがすごいと思う。いやベースはね、あんな感じでレコーディングにいなかったりするやつだからシドビシャスみたいに弾けなそうじゃないですか。でもすごい変拍子ずっと保ってるんですよね。そうだから無理なく、そうなんだよね。理解してんですよ。そういうこと。そこにびっくりしちゃいけないけど。でもそこ本当にそう思うんだよ。あれ、聞いてるとどうしてもそうなかなか保てない、つられたりするし、理解してないとね。分かってないと、このリドルハウスのイントロなんか特にさっき言った普通だったらこうでんでさシンでなんだけど、イントロだけでって一個少なくがかっこいいっていうセンスがまず分かることと、それを理解して弾けるっていうことができないと、このベース務まんないじゃないですか。とこのメンバーはみんなそれが分かってるっていうところが、結構でかいなと思って。変拍子が演奏できるパンクバンド、9拍子。Blood
5拍子、ニック・ザ・ストリッパーもそうですけど、普通に聴いてると変拍子とか考えないで聴いちゃうじゃないですか。よく聴くと5拍子でポルカディオって書いてあるんですよ、これはもうイタリア語で言ってはいけない言葉みたいな、まあ神、歌っていう意味なんですけどね。なんだよテンガロンハットはねウエスタンもうウエスタンって呼ぶよね。いやでもセンスはねすごい。これはそうどこにっていうだからずっと言っちゃうんだよね。あいつさって言っちゃうもん。真似とかしちゃう。やっぱあいつ真似してるんだよ、気がついたら。ヒゲとかちょっとこうやってこんなってこうやってまあ、どういうつもりだったのか聞いてみたいだけ。このアルバムで2曲「ホーホー」って曲と「デッドソング」って曲はローランド・ハードとニック・ケイブがそれぞれ彼女に歌詞を書かせているという。ストゥージーズの曲のカバーとかやってるんですけど、ルーズとか、ストゥージーズの元の曲はこうダダ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 みたいな音階なんですよ、それを彼らがカバーするとゴン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 ってこのゴンっていう半音が入ってて、これがすごくゴスっぽいそうだな音階なんですよね。急にこうブルースとかの流れからそういうちょっとヨーロッパの怖い音楽みたいな、多分ローランド・ハードにはそう聞こえてんのかなみたいなことなんですけど、どのぐらいのこれあれだったんだろうね。どのぐらいの人気だったんだろうね。すごい人気なんですかね。すごい人気だったのかな、このバースデーパーティー時代ぎゅうぎゅうのモッシュ状態になる映像がありますからね、やっぱり。見た感じ普通の昔のクラブ散ったぐらいのサイズはありますよね。この曲がドラマをクビにした曲と言われていて、要するにニック・ハーベイがドラマ、一番最初からやってきたジル・カルバートってドラマなんですけど、この曲がうまく叩けてないってことでクビにしてるんですけど、難しいライブでこれハーベイなんですよ。叩いちゃってるんですよね。ドラマさっきからずーっとそれがキル、これずーっと叩いてるね。ずーっとわかりました、やっぱりわかる。これは難しいから保てないんだろうね。そうなんですかね。ニック・ハーベイのギターなんだけどすぐギターじゃなくてオルガン弾いたりとか、ドラムが足りなかったらドラムやったりとか、その感じすごく共感するんですよね。僕は自分と立場が似てて穴を埋めるやつっていうかとにかくドラムが気に入らなかったんでしょうね、ミック・ハーベイが、多分ミック・ハーベイだと思うんですけど、自分で叩いちゃってるんで、
それでもう一番最初からやってた友達のフィル・カルバートがここで脱退ですよ、このアルバムで。ミック・ハーベがなんとドラムに行くっていうね、なんかね、そのドラマーじゃないのにやっちゃうところがなんかこう、なんかね、僕もそういうとこありますけど、めちゃくちゃわかるなと思って、ドラム叩いちゃってるとこ見てイラついちゃって多分ね、何回もこうやってるわけだからねもう見てよ、だんだん目がこう多分ドラムが違うなって思ったらこうなってきて、始めちゃう。面白いよこれ。絵的にドラムとしては地獄だよね。地獄でしょこうやってて、でちょっとちょっと苦手だなと思ってんだからさダンダンスダン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 そうそうそう、それはちょっと苦手、ずれちゃうと思ってたら普通にやってたら誤解を受けるからね。ですよね。なんてやつだと思ってこの間撮った彼女は滑り知らずとかも違和感はないわけじゃないですか、俺のドラムで、ないね、曲としての、そういうことなんですけどね、ミック・ハベみたいなやつがいねえと、すごいやつらもまとまんねえっていうか、そうそう、だからスターは多いけどさ、なかなかまとまんないもんね、普通ね。パートが決まってない感じの人にそれからどんどんなっていきますからね。最初は完全にギターだったんですけど、ローランド・ハワードっていうスターのギタリストが入ってきたら、サイドギターずっとやってたけど、まあ確かここでドラムをいきなり、次のアルバムでいきなりドラマーになっちゃうんですから、結構変じゃないですか。だいぶ変だよね、バンドとしたらね。でもいいんじゃねってことになるわけじゃん、スターたちが来て。スターたちもスターたちだけどね。そうこのアルバムでもう一曲大事な曲があって「キス・ミー・ブラック」っていう曲なんですけど、これが今の天下のトレイシーちゃんが飲酒運転かなんかで捕まって留置所に何ヶ月かいなきゃいけなくなっちゃったんです。それでレコーディングできなくて、ベーシストを探してそこでさっきのマガジンのバリアダムでこの一曲だけ弾いてます。それで繋がってるんですよ。本当に実際のパンクレーションでのバンドのメンバーと繋がってくるっていう。そうだね。いいね。天下のちょび入れが捕まってる間にやっちまってる間にいい流れだね。いい流れなんじゃない。いい流れって言われるとは思ってなかった。これですからこれがやっぱり一番好きですからね。これねこれかっこいいのか何なのかこれですからね。なんかオーストラリアとかアメリカにはこういうおじさんいっぱいいるんだろうなっていう、別にだからこれでやってる音楽がこれじゃなかったら、カントリーとかね、カントリーとかそうそう、それがなんかブギーとかブギーズッみたいなやつとかやってんならさ、あれなんだけどさ、ここにいるんだよ。このアンバランスさがねやっぱねいいんだよね。これやっぱもう天下のハットがね他はかっこいいんですよね。一方でなんか超普通ですよね。普通にかっこいい。サラリーマンみたいな。かっこいいですよ。周りが全部普通だったらさ、やっぱニック・ケイブだけがちょっと異端な感じで、やべえなボーカルって感じだけど、もう一人やべえっつうのがまさかの天下のじゃん。何あの格好って感じや。フリフリのシャツ。変態っぽいんだよね。変態っぽい。あれで意外とマゾだった M だったりする。なんかなんか変な感じが。今の何だったんですかね。エビ反りが楽しいっていうしびれた。顔逆さで写ってる写真よくありますから。すごい。もうめちゃくちゃだね。めちゃくちゃだよほら。すごいなこれ。いいんだっていう感じがね。
これテレビもいいね、あそこにこうアップしてドイツのテレビいいよ。その次が、2つのミニアルバムがあるんですけど、最初に撮ったのがまず「ザ・バッド・シード」っていう、ここでバッドシードが言葉が出てきますね。バッドシードっていうのは50年代の小説があるんですよ。悪い種子と書いてバッドシードっていう小説があって、それは母と娘の話なんですけど、娘がちっちゃい娘なんですけど、学校の友達、男の子と湖とかに行ったら、その子が男の子が持ってたメダルが欲しくて溺れさせて殺しちゃうとか、そういう女の子で、そのことに母親が気づいて、これがなんか自分からこう流れていってる悪い種が受け継がれていってるんじゃないかみたいな血みたいなことを考えるっていう、そういう小説があるんですよ。そこから撮ったのかどうかわかんないんですけど、バッドシードっていうのはそういう悪い種っていうやつですね。バッドシードっていうミニアルバム、もうここからミック・ハベラとかいきなり「はい、死にたい人」っていう始まり方なんですよ。坊やが燃えてるっていう曲がねやばいよね。僕は途中リズムがバカバカって歌うちゃになったりする面白いアイデアなんですけど、ものすごく遅い曲とかも増えましたね、この辺で。後のやっぱりバッドシーズンにつながっていくような、速いパンクっぽい曲よりもこういうワイルドワールドみたいな隙間のね、隙間とこうドローンってしてるような不安みたいなね、不安みたいな不安をかきたてる感じのこの映画音楽とかではいはい、不安なシーンに流れそうな、そうですね、長いお話とかさ、ミュージカル的なやつとか、はい、もしくはもっとオペラみたいなやつとかだと、歌いながらずっと進むやつとかだと、ずっとメインの曲じゃないから、そうか、場面でシーンで変わるでしょ。もはやもうパンクではくくれないですからね。ですよね、これなんか新しいものになってますね。そうなんだろうって考えるような、やっぱオリジナリティが炸裂してるよな、もうここまで来ると。ほらこれなんか映画とかだったら別にあれだし、違和感ないな。舞台から出てきてこうやってそうですね、お話の中でこうなんかやってたら全然戯曲なのかな、確かにちょっと知性も感じるぐらいの、逆になんかあれだよね。結局ニック・ケイブはそこは際立ってることがだんだん分かってきますよね。もう一個ミュティニーっていうミニアルバム、これがバースデーパーティーとして最後の録音になるんですけど、ここでロンドンからドイツに行って、有名なハンザトンスタジオっていうところで録音するんですけど、ハンザトンスタジオっていうのは日本でもボーイとか、音楽のデビッド・ボーイもやってるし、ローとか作ったのこのスタジオですけど、ブリクサがいるんですよ。あれ81年にノイバウテンがデビューして、すぐテレビでブリクサニック・ケイブがテレビで見て、なんだこの美しい男はって言って、でドイツに行った時に呼んでるんですよ、多分。でこの最後の、当時は最後って決めてはいたわけじゃないと思うけど、多分最後になると感じていた録音にブリクサ呼んでて、リカベドラムですね、ブリクサがブラブラしているいいですね。それでとにかくレノン・マッカートニー的にハワードとニック・ケイブがお互いの曲を出し合ってたんですけど、もう2人の仲が
限界に近づいていて、音楽性の違いというか、いわゆるただ友達だったから仲が別に壊れたってわけじゃないんだけどって後年言ってるんですけど、まあ、ただとにかくローランド・ハワードを言うにはどの曲も何回弾いてもニック・ケーブが却下するから、もう終わんねえんじゃねえかと思ったっていう状態になっていたらしくて、結局このミニアルバムの最後の曲「ミュティニー・ヘブン」って曲だけもうブリクサにハワードのギターとワンプ使って「お前弾いてよ」って言ってるんですよ。で実際やってるんですよ。その最後の曲だけハワードじゃなくてブリクサがギターなんですけどここでもうブリクサがね。そうなんです。それでもうこの録音の後かな、ミック・ハーベイがまず脱退するんですよ。ミック・ハーベイがなんか一回ぶっ壊れてたんだよね、もう限界、何かのやっぱ限界もあったんだろうしね。それはニック・ケーブとか言うにはミックが脱退したということはミックがもう2人は限界だろうって判断したってことで、ミック・ハーベイが一番客観的に判断できてるはずだから、まあそうなんじゃないって思ったっていう結論だったらしいですよミック・ハーベイとそのブリクサとあとオーストラリアの本国戻ってヒューゴ・レースとかいろんな人を集めて、次のニック・ケーブのソロにつながっていくわけですけど、ニック・ハーベイはローランド・ハワードの方とも一緒に別のバンドクライム&ザ・シティ・ソリューションというの方にも入って、だから変なやつですよね。バンドを分解させてそれぞれのバンドにまた協力してるっていう、まあそういうことだ。ちなみにセインツ、トレイシー・ピューはバースデーパーティー解散した後セインツに入ってるんですよ可愛くないですかそうなのニッキング・インクっていう出身には入ってるんですけど、D ハウトっていうドイツのバンドがいるんですよ、インストのバンドなんですけど、そこのドラムがヌクさんのお気に入りのバッドシーズンのドラマートーマス・ワイドラーがのドイツでやってたバンドが D ハウトっていうのがいるんですけど、82年の終わりぐらいに、ブリクサがいたっつってドイツで録音してた映像あったじゃないですか、多分あの辺でドイツに行っていろいろやってるのかもしれないんですけど、そうかそうか、そこで客演でイギリスかなんかオーストラリアでイギリスかなんか行って、そうです。でイギリスから今度ベルリンに移住するんですけど、なんかそうだ多分移住する前にちょっとドイツ行ってみようでやってるのかもしれないですけど、その子当時はね、その時にその D ハウトの当時はドイツもなかなか面白かったのかな、ちなみにトーマスドイツ人じゃなくてスイス人でしたねあ、そうなんだと思って、まあスイスはドイツ語も、ドイツ語かフランス語だったかな、だから多分言葉は通じるんでしょうけど、でそこで、コラボしてインストバンドなんでね、ニックがボーカルとして入って1枚アルバムを作ってて、それの訳詞もあれには載ってるんですよね。だんだんつながってくるんだ。そうです。それが後にドラムできますからね。D ハウトもそうだし、ブリクサにあったのもそうだし、マーク・アーモンドって人もいるんですけど、リディア・ランチっていう人、女の人、とあとクリント・ルーインっていうね、別名フィータスって呼ばれる時も名乗ってる時もあるんですけど、それもポストパンクっていうかインダストリアル系の人なんですけど、その4人でこうライブやったりとか、そういうちょっと他の活動をニックがいっぱいやってた時期が、ちょうどそのバースデーパーティーの終わりぐらいにちょうどね、ありますね。あそこにだからバリー・アダムソンってさっきのベース入ってきて、ヒューゴ・レイスっていう友達っぽいギター、バンドのギターの人がいたりするんですけど、ミック・ハーベイがドラムでしょ、それでバリー・アダムソンはうまいけどブリクサがメインのギターってどういうバンドなのってことになるじゃないですか。なるね。ローランド・ハードがいたから今までかっこいいリフとか、そうだね、かっこいい曲があったけど、あの人ジャギョーンですから、ジャギョーンだね。そんな状態でソロがこの後始まるんですけどね
最初の頃のいやーバッドシーズまたはこうケイブメンって呼んでた時もあってソロになってファーストを出す直前の状態、ああそんなんあんだ。要するにローランド・ハワードと別れた、あと直後バリー・アダムソンがいて、まあねはいイメージだとスッカスカでリフドラムとベース聞こえるけど、このままファーストを作ろうって突入していくところがまたすごいですまあでももう前やってたようなのはちょっと飽きてるからっていうのはなんじゃないのかローランド・ハワードと離れてからそこからやっぱりピアノが増えてくるんですよねな。やっぱり足んないからっていうのあるでしょうけど、もう思いのほかバースデーパーティー時代はピアノ全然使ってないですから、そうだよね。バッドシーズといえばやっぱピアノバンドな感じするじゃないですか。する。で歌物のね曲もどんどん多くなってくるし、みんないやこうやって見てくったらでももうパンクでもねえし、あとやっぱローランド・ハワーそうですね。ドの、まあ、ミック・ハーベイと、これの凄さがまあローランド・ハワードはもう亡くなりましたけど、やっぱりずっとカリスマであり続けましたね、その後。妖精なんですよ。妖精ずっと言ってる。妖精目指すんですか？俺ですか？いや俺はミック・ハーベイ。あやっぱりねというところまでがニック・ケーブのソロデビュー前までの話です。ほ以上です。うボリューミーですよ。ボリューミーですよ。ケーブすごいね。髪の毛ぐらいボリューミーだよ。髪の毛ね、もう最近はなくなっちゃいましたけどね。減ったりしてるこっからソロ、ようやくソロか。ようやくソロです。すごいな。一仕事やり遂げてんですよ、ここで。